昭和11年、小田の沿岸部にオープンした巨大海浜リゾート、おたも遊園地。その中核をなすのは、高級料亭龍宮閣でした。京都清水寺と同じ掛造りで作られ、1階は海抜33メートル。海掛けにそびえ立つ3階建ての建物は竜宮城のような壮観であったそうです。龍宮閣で料理の提供に使われたお皿。さて、このおたも遊園地のパンフレット、目を凝らすと基礎のところに扉のようなものが映っています。龍宮閣の完成予想図は発見されましたが、設計図はまだ見つかっていません。そしてついに、龍宮閣の基礎にあの塔がはっきり映っている絵はがきに出会いました。今回に臨む断崖に建築された龍宮閣。この掛造りの料亭の基礎に設けられた人が出入りできそうな塔、基礎の内部には何があったのか、この謎に迫るべく。タモリ海岸。うわ、砂だらけだ。カラモが見えてきた。昔、ここには料金所があり、遊園料は大人10銭、子供は5銭でした。泥がすごいな。お地蔵さん、カッパ着てるな。相変わらずきついな。龍宮閣は白い壁、青い屋根、そして赤い手すりが特徴でした。棟上げの様子、職員さんが1名転落で亡くなっております。こっちから行ってみようかなと思う。龍宮閣の基礎のところは見えますね。何かの遺構の跡、乗船場の関係の建物と思われます。海路で来園も可能でした。だいぶ歩いてきたね。あそこに本当に掛け造りの料亭があったっていうのは。昭和27年、龍宮閣は火事で焼失してしまいました。ここは龍宮閣が立つ断崖の手前、白蛇渓という場所。で、龍宮閣がここにドーンとあったと。この先を進むと、龍宮閣2階の庇が大きくせり出しており、岩山の祠ではおみくじが引けました。おみくじを手に談笑する女性たち、その奥に龍宮閣のスタッフの姿が見えます。龍宮閣の入り口は高級亭らしく格式が高そうですね。おみくじをした女性たちが入った祠には白い蛇の化身が祀ってありました。また、おたま遊園地の創設者である加藤周太郎、事業構想に貢献した広部幸太郎、また建設に貢献した土工左官の名前が刻まれております。第三隧道の高校付近には、龍宮閣建設の時に転落して亡くなられた佐一郎さんの地層があります。海掛けの上に起立する掛造りの高級料亭の基礎に設けられた戸口の用途は、内部には何があったのか。高い煙突から煙が、高級料亭龍宮閣には路頭円環ボイラーがあったと考えられます。こちらの絵はがきでは、女の子たちの背景に丸印と龍宮閣の文字がはっきりと見える煙突が写っています。よって基礎の内部は UTT スペースの可能性があります。給湯暖房のためのボイラー設備などがあったのかもしれません。ただ、ボイラーの煙突と戸口の位置が随分離れているように思われます。
戸口があるところは非常に切り立っており、船をつけることが可能だったかも。第2の可能性として床下収納が考えられます。海上から水産物等を釣り上げることが可能で、ここから食材などを上階の食堂や宴会場、少し離れた室に運搬することも可能です。垂直の木材、塚を立てた塚石。あの戸口の近くに窓のようなものが。竜宮閣の1階と2階にはベランダがありました。女の子たちが映る絵はがきを見ると、2階の部分に金網のようなものが見える。海抜30メートル以上に位置するここは、天空回廊と呼ばれ、利用者が息を飲む景色を楽しむことができましたが、同時に転落のリスクがあり、金網で覆われていたのでした。竜宮閣のひさしは大きくせり出し、また上に反り上がってますので、風雪の影響を大きく受けます。戸口周辺をズームで撮影しますと、鉄柱や鉄管が打ち込まれていることが分かりました。第3の可能性として、建屋や安全設備の維持管理用の通路と掛け作りの塚、抜きなど木材の補修、天空回廊を覆う金網やひさしの補強ワイヤーとの張り直し作業のための通路や窓口と考えられました。窓らしきものと、あの戸口は基礎の先端の方にあります。風通しが良い場所です。竜宮閣の食堂や宴会場は和室と思われます。建屋は崖に近接し、雪解け水等の影響を受けたはずです。第4の可能性として、建物全体の換気用の空間が考えられます。各階の和室の畳、木材の湿気を逃し、カビや腐食の発生を防止するための空間であったのかもしれない。以上、竜宮閣の謎の基礎の推定された役割を4つ考えました。皆さんはどう考えますか？もう本当に霧のとこまで秘境ですね。